亀裂のような傷もあるし、押すと硬いしこりのような感じで考えすぎ、すぐ違う病院に行ってがんだっていうことが分かりました。体調カメラを見ながらああ大きいね、顔つき悪いね、間違いないね、なんとなく分かってしまったっていう。はい、それではがんノート、出張のがんノート中野区さんとコラボという風な形で、今回の企画の趣旨からですね、ちょっと説明させていただきたいと思うんですけれども、はい、がんはがん、私は私というタイトルで、今回のね、企画進めさせていただいております。皆さんね、がんノートってご存知ないと思いますので、ちょっとがんノートについての説明を少しだけさせてください。がん経験者のインタビューを YouTube で発信しているというものでございまして、家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などそういった日常生活にフォーカスした、そんな、番組となっております。そんな中で今回のゲストですね、登壇者を紹介していきたいと思います。おつみさん、お願いします。はい。はい、皆様こんにちは。おつづみまきこと申します。私は舌がんと歯肉がんに罹患しました。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして矢作さんお願いできますか。はい、皆さんこんにちは。矢作龍と申します。私は、11年前ですね、大腸がん、横行結腸がんにがんが見つかって治療を受けました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、高野先生にもですね、自己紹介お願いできますか。はい、さっき紹介させていいですか。はい、皆さん改めましてこんにちは。がん研有明病院という江東区有明にあるがん専門病院で腫瘍内科医ですね、がんを見る内科医をしています。主に乳がんを専門としている腫瘍内科医の高野俊美と言います。患者さんとともにですね、誰もが生きやすい社会を作れるような、そんな取り組みをいろいろやっているということで、今日もいろいろ皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ここからですね、前半パートに関してはちょっとお二人の経験談をちょっと軸にお話を進めていきたいと思います。その後、テーマトークといたしまして、どんな時に不安でどう対処したかっていった内容をですね、お話をいただきたいと思うんですけれども、今回のテーマですね、がんで不安な時、困った時どうしたのといったところから、気持ちが少しでも楽になる考え方やがんに対する向き合い方をちょっとご紹介できたらということを思っています。お二人のですね、ちょっとがんの経験談を少し掘り下げさせていただきたいばと思っているのですが、まずおつみさんは舌がんと歯肉がんというものになっているんですよね。はい、でそれぞれがステージ3と1ということで、まず舌がんに罹患されたんですかね。はい、そうです。どのような形でがんが分かっていったんでしょうか。私は、実は舌がんになるずっと前ですね、2014年に歯茎の方に白板症という前がん病変と言われるものが生きておりまして、ずっと経過観察をしていたんですが、その中で舌に異変を感じたので見ていただいたところ、舌がんが発覚したという流れです。白板症といって白い板の症状とか。白くなってたらっていうことなんですね。そうですね。白くてザラザラした、こすっても取れないもので、正常の細胞とがん細胞の間の曖昧な感じの細胞っていうことなんっていう感じです。はい。で、おつみさん、その舌がんが分かっていった中で、最初はどのように治療されていくんでしょうか。最初おかしいなと思ってずっとその白板症を経過観察していた病院に行って、先生に舌がちょっと亀裂のような傷もあるし、押すと硬いしこりのような感じになっていて、がんなのではないかと思うので調べてほしいと伝えたんですけれども、その先生は何もなってないし、変わっているところはない、で見過ぎもいけないし、考えすぎ痛いと思い過ぎていることもいけないと言われてしまって、私はその先生がてっきりもうおかしいですね、病理取りましょう、やっぱりがんでしたみたいになる流れなのかなと思ってたので、ちょっとそこで悩みましたが、すぐ違う病院に行って調べていただいてがんだっていうことが分かりました。じゃあすぐ違う病院に行って、はい、それはあれですね、ファインプレーでしたね。
そうですね。ちょっと一瞬どうやって大きい病院に移ろうかなって、紹介状がないとやっぱそういうとこって見てくださらないのでどうしようと思ったんですけれども、普通にいつも行ってるクリニックに行って事情を話して紹介状を改めて書いていただいて、別な病院で見ていただいたという経緯があります。はい。で、その別の病院でようやくちゃんとした病院で見てもらうことになりました。治療としては手術って書かれていますけれども、そこからどれぐらいこう切っていくんでしょう？私は一応手術の名前としては半切除という半分ですね。半分取るという形になりました。で半分取ってそれで経過は順調に。はい。今のところ順調で、はい。経過は順調って書いてあると思うんですけど、歯肉がんにもなられていますが、それは、はい。それはもうその2014年からずっと経過観察をしていた歯茎にあった白板症ががん化して歯肉がんになりました。これもまた白板症なんですね。そうです。はい。だから下にあった白板症が舌がんになり、歯肉にあった白板症が歯肉がんになりという感じです。下はちょっと奥の方だったので、もともと白板症があったのかはちょっと確認してないんですけど、歯肉がんはもう確実にずっと経過観察をしていたところががん化したっていう形です。それは経過観察しているので、大きな病院でずっと見てくださっていたってことですね。はい、はい、そうです。舌がんで変わった病院でずっと、はい。はい。で、その時も手術で終わっていく。そうです。切除して、はい、終わりました。はい。というふうな形で、じゃあ舌がんに関しても手術で半分取っていき、歯肉がんに関しても歯肉を手術で取っていきという治療をですね。もう歯茎ごと全部、歯と歯茎を全部というか、その悪いところは取ったっていう形です。はい、今結構普通にお話できてますけれども、結構舌がんの患者さん、その下半分取ってますけれども、結構ここまで話すには結構苦労しましたか？大変でしたけれども、私の入院してた病院はすごくリハビリをやってくださるところだったので、もう毎日リハビリの先生方が来て、すごい。はい、練習してくださいました。リハビリにすごく手厚い病院。そうですね。はい。ちょっとね、この中で何か大変なことっていったところどう乗り越えていったか、それはね、後でまた詳しくお話をしていきたいなということを思っております。はい、おつねさんありがとうございます。一方、はい、矢作さんですね。矢作さんのがんの治療、どのようにがんが分かっていってっていったところに関しては、大腸がんの横行結腸がんということですけど、どういうふうに分かっていったんでしょう？はい、私はがん検診で分かりました。がん検診、ね、便潜血検査、便を取って、それでこう郵送するんですけども、大体こう1ヶ月ぐらいしてからこう陰性っていうね、通知が来るんだろうなって思ってたんですけど、その出して3日後です。電話で、陽性ですので、すぐに病院行ってくださいっていう連絡をいただきまして、それでも大したことないんだろうなと思って、クリニックに行って、で、がん診療連携拠点病院の、紹介状を書いてもらいました。そんな流れですね。はい。今ちょっとがん診療連携拠点病院っていう言葉出てきましたけど、高野先生、はい、がん診療連携拠点病院って何ですか？そうですね。20年くらい前に指定されたと思うんですが、全国で400くらいの病院、二次医療圏って言って通じにくいと思いますが、ある程度の地域には1個あると。都道府県に数個ずつあるという、これ全国で400だからもうちょっとある10個近くあるという平均してあるような拠点病院、もちろん中野区のこの界隈の二次医療圏の中にも1個あるはずなので、調べる用途がどこにお住まいの方でも自分のお住まいの地域のがん診療連携拠点病院、今のこのがん診療連携拠点病院というふうにキーワードで入れたらすぐ引っかかると思いますので、検索していただければと思います。はい、先生ありがとうございます。はい、そういった病院に矢作さんの場合行かれまして、でそこからどうなっていくんでしょう？はい、大腸カメラを受けるわけなんですけども、この検査医がこう詳しく教えてくれるんですよね。私もこう大腸カメラを見ながら検査を受けながらモニター見ていまして、あれって言うんですよ。何かなってよくよく見ると見えちゃうんですよね。大きいね
顔つき悪いね、間違いないねってなんか病名こそ言わないんですけど、ああそうなんだっていうね、なんとなく分かってしまったっていう、そんな感じで、それでも、その検査もね、しっかり治療すれば今は治る病気ですからしっかり治療していきましょうねなんて、言われたもんですから、もうその気になって、はい、でいろいろ検査を受けてしっかりその病名を聞かされたけど、もうその時はもう知ってるよっていうような、そんな気持ちでした。そうか、じゃあ検査をしてる段階でいろいろ先生というか、はい、医療者の方に告知を受けたという感じなんですね。そうですね。もうだから大腸がんとは言われてないんですけども、間違いないねって言われて、それもしっかり見ちゃったんで、あ、こいつかっていう、そんな風に理解しました。はい、で、がんをそこから治療はどのような治療されていくんですか？はい、手術ですね。その時腫瘍がもう3センチぐらいになってたんです。だから他の、少し大きく取っていきましょうという説明で、横行結腸だったんですけど、上行結腸、横行結腸を取る手術を受けました。はい、その手術で横行結腸を取っていきまして、はい、でそれで終わりではなく、はい、でリンパ節にがん細胞が一つ見つかりましたということで、その時にステージ 3A というんですよっていう主治医に教えてもらいました。でそれはリンパ節にもうがん細胞があるから、それをやっつける術後補助化学療法っていう、抗がん剤治療をした方がいいですよっていうふうに勧められて、抗がん剤治療をしました。半年間ですね。半年間抗がん剤治療されていって、はい、で抗がん剤治療を終えられたらもう晴れて経過観察の予定だったんですけど、その抗がん剤治療半年やった後に、CT 検査を受けました。そしたらですね、肺と気管に転移してたんです。でこれはもう私もびっくりしたし、主治医も驚いていました。腫瘍マーカーってね、血液検査で、がんが広がっていく時に数値が上がる項目があるんですけども、それ全然正常値だったんですよ。正常値のままに転移してしまったっていうことで、ステージ4という宣告を受けました。はい、ステージ4と、このね告知の時の話はまた気持ちの話後でお伺いするので、そこから、治療に関してはどうされていくんですかね？今度ね、自分で治療薬を決めてくださいって言うんですよね。ちょっとびっくりしました。先生から3つ、治療薬の説明を受けたんです。でこの薬がこうでってでそれぞれの冊子をもらって自分で決めてくださいって言われた時はもうと思っちゃって、いや決められませんよって言ったんです。ね、分かんないもん。そしたら主治医も私も分からないんです。あなたにどれが効くか分からないから自分で選んでくださいって言って、いやそれはもうめちゃくちゃ困りました。はい。でその時結構高野先生、今っていろんなシェアードディシジョンメイキングという言葉がございまして、いろんな人共同意思決定っていうね、形でさまざまな治療について患者さんとね一緒に決めていこう、医療者が一緒に決めていこうっていう時代だと思いますけど、結構高野先生そういったことはよくあることなんですか？そうやって丸投げして決めてねはちょっと違うかなと思いましたけど、でも患者さんの自己決定権というのが大事なので、だから昭和の頃は俺が決めてやるっていうお医者様がですね決めてくれてそれに従うっていうパターナリズムといいますけど、そういう時代で、平成になると今度インフォームドコンセントって言って、医者から十分な説明を聞いた上で自分で決めるっていう文化が、だけどどっちかというと今みたいな決めてねっていう感じで、もう責任を患者さん側に丸投げするような人が出てきちゃった。でその反省で今おっしゃっていたSDM っていうんですけども、シェアードディシジョンメイキングといって、これは一緒に決めようねっていうことですね。患者さんだけに丸投げするんじゃなくて、医者もちゃんと責任を持って考えようねということでいうと、ちょっと平成時代の少し時代の前のやり方だったのかなと。平成時代もそんなのなかったかもしれないけどそんな気がしました。だからちょっと今言うシェアードディシジョンメイキングではなく、ちょっと丸投げかな。丸投げされていった矢作さんはどうされていくんでしょう？しばらくっていうかもう3日間ぐらいはもう寝ないで考えました。ただ
よくよく考えてみると、その冊子見て、そしてインターネットでも調べたんです。どの薬がどうやって効くかっていうのは分かるんですけど、いや、自分の体にどうやって効くかなんて分かんないですよね。だから、もうしょうがないと思って、冗談みたいですけど、私、サイコロ振って決めちゃったんです。サイコロ。一発勝負って。サジを投げたとかじゃなくて。すいません。いや、でもまあ本当にサイコロを決めて、投げて、で、もう、まあ1位が出たんで、1位のゾロ目が出たんだから、これいいだろうと思って、その薬に決めてたものをもうこれだと思って、次の、診察日に、もう先生これ決めましたって言いました。そしたら主治医は、なんとその、まあ医学的論文で、どれがいいかって、ちょうどそういう発表があった時期で、で、先生は先生で決めててくれてたんですね。で、偶然にも私のそのサイコロで決めたのと、先生が選んでくれてたのが、もうドンピシャで、じゃあもうこれしかないなって思いました。でもね、一番嬉しかったのは、患者さんがもうたくさんいる中で、なんか私のために論文見てね、こうやって決めてくれてたんだ。で、もうすごく熱心にお話ししてくださったので、それが一番嬉しかったですね。いろんな人がいる中でね、ちゃんと自分のことも考えて調べてくれていたっていうことに関しては、これ高野先生、これって、先生も様々なね、患者さん見ていらっしゃると思いますけれども、やっぱそれぞれの患者さんごとでいろいろ、調べたりとか考えたりとかっていうのはどうなんでしょう、裏側としては。そうですね、患者さんごとに僕らもいろいろ考えますし、さっき丸投げって言っちゃったけど、その後はちゃんとね、一緒に考えてくれてる感じがあって、最初から丸投げにしなくてもよかったかなとは思いましたけど、だから正直だからね、分かんないって言った医者のは、それ本音なんですよね。僕らも分かんないことだらけなので、この3つ選択肢があるけど、本当にどれがいいのかはやってみないと分かんないということなんですよね。だからやりながら、慎重に感触を見るというようなこともよくやるし、大腸がんもそうなんですけど、結局ここで使った薬がダメだったら残り2つの選択肢のものをちょっと組み合わせを変えて後でやるみたいなことなので、結局順番の問題でもあったりするので、そこでもうこの選択が運命を分けるというほど重大な感じでもないという感覚もあるので、サイコロ振るのもだから一つのやり方なのかもしれませんが、そんな感覚だったのかなと思いつつ、だけど気にかけてくれてたというのは重要なところかなと思います。はいね、気にかけてくださって、それでじゃあ先生との治療法は一致したと。じゃあここから、治療に入ってその後の治療に入っていかれまして、その後どうなっていったんでしょう。その後本当に順調で、でもですね、検査で良くなってるけども、耐性っていうのができるんだ。いつか抗がん剤が効かなくなっちゃうんだ。それだけ覚悟していてくださいっていう説明を受けてたんで、自分もそうだな、いつか効かなくなっちゃうんだろうなって思いながらも、どんどん良くなってしまいまして。で、見えなくなっちゃったんで、私はどうしても休みたかったんです。エンドレス治療、ステージ4になると、ずっと治療するんだよっていう説明を受けてたんで、もう見えなくなったんだから一回休みたいなって思っちゃったんですよね。主治医はこの段階では続けていった方がいいんだよ、続けていく方が普通なんだよって言ってくださったんですけど、いや、どうしても休みたいんだってお願いして聞いてもらって、で、お休みを取りました。で、再発したら、また治療始まるんだからねっていうことで。薬のお休みをしたということですね。で、薬のお休みをされて、今はそのままお休みされている状態。それで5年経っちゃったんで、経過観察が5年経ったので、治療をもう終了ということで、寛解っていう言葉をいただきました。じゃあそのままお休みして今に至るというふうな感じなんですね。高野先生、結構こういうふうに患者さんがこうしたい、ああしたいっていうのは、医療者側としてはどうなんですか？すごい重要なポイントですね。遠隔転移があったということなので、僕のさっきの声の中にもあるんですけど、基本的には治るのが難しいということで、経過としては稀なケースにはなるのかと思うんですけども、でもそういうこともあるんですよね。で、あと、治療を聞いてから、基本的にはその遠隔転移がある状態で聞いてたら、効
聞いてるからこそ続けましょうっていうのが医療者側の感覚です。でも患者さん側はこれだけ聞いたんだから休みたいっていう、そこは両者の思いがちょっと食い違うことがあり得る場所なので、そこはだから話し合うわけなんですよね。でも決して医療者側の価値観を押し付けるようなこともなく、さっきもポイントの中でも言ったんですけども、マストではなくウォントでですね、こうしなきゃいけないと、治療を続けてなきゃいけないというふうにあんまり自分を追い詰めるんではなく、こうしたいということがあればぜひ伝えていただいて、僕はどちらかというとこうしたいというその患者さんのウォントの気持ちをできるだけ組むようにしつつ、だけどそれによってちょっと良くないことが起きる可能性もあるっていうことも、お伝えをしながらですね、一緒に話し合っていくっていうのが大事かなと思います。その患者さんがこうしたいっていう話の時に、例えば今標準療法と言われるね、もうエビデンス科学的根拠があるような治療をやりたいっていう患者さんもいらっしゃれば、そうじゃない患者さん、もしくは民間療法でこれがやりたいんだみたいな患者さんがいらっしゃったとしたら、高野先生はどうされます？そうですね、基本的にはそうです。例えば早期がんで確立した標準治療がある場合は、より強く標準治療をお勧めするし、それを、やることのメリット、やった方がいい理由を、きちんとご理解いただけるまで説明して、それを全部理解した上で、それでもやりたくないというふうにおっしゃったら、そのお気持ちを尊重する。でもちゃんとやっぱり話し合うことは重要かなと。しっかり話し合うということですね。民間療法とかはあまり有効性があるという根拠はないわけなので、それも頭ごなしに否定はせずですけども、あまりお勧めしないということはお控えしつつ、最終的にはご自身の判断かとは思うんですけども、シェア通りディシジョンメイキングですので、僕もちゃんと責任を持ってディシジョンしたいという気持ちはちゃんと伝えられます。はい。っていう形でね、しっかりお話しされてっていう風なところですね。はい。矢作さん、で、今は何も病院とかは卒業して大丈夫なんですかね？いや、その後なんですけど、私は花粉症かと思って病院に行ったんです。そしたら、なんか先生難しい顔してまして、で、鼻のがんかもしれないと。そんなこと言われまして、で、ただ、この手術をしないと病名がはっきりしないんだっていうご説明だったんですね。で、どうもこれがちょっと信用できないって思っちゃいまして、で、その時は、セカンドオピニオンですね。他の病院探せないかな。これ、がん友達いろいろ聞いて、きっと鼻のがんだとしたら希少がんなんだろうなと思って、希少がんの友達にこうお話したら、希少がんセンターっていうところで相談した方がいいんだよってことを聞いて、でそこに電話したらセカンドオピニオン、じゃあ鼻だったらこの病院はどうでしょうっていう提案をいただきました。だからそこの病院でセカンドオピニオンを受けて、そしたらその最初の病院と全く一緒だったんですよ。手術しないと病名がわからないっていうご説明だったんで、だからそうかと思ってこの最初の病院に戻って治療を受けて、で結局その鼻のがんではなかったんですね。ただ指定難病、好酸球性副皮膚炎というそういう難病になりまして、ただこれも定期的に治療薬をお腹に注射するんですけど、それで今コントロールできている状態です。はい。ありがとうございます。じゃあですね、お二人の経験談、がんの経験談をしっかりお伺いしてきたところでですね、先ほどありましたこのテーマに移っていきたいということを思っています。後半はですね、いろいろ様々なテーマに伺っていって形になるんですけれども、先ほどちょっと出させていただいた、がん不安な時とかですね、困った時にどういうふうに対処したのか、気持ちが楽になる考え方、がんに対する向き合い方をですね、お二人の経験談を通してちょっとお話を聞いていきたいなと思っています。まず様々なフェーズというか時期があると思うんですよね。例えばがんが分かるまで、これもかなり不安なことが多いと思うんですよね。自分が検査を受けている中でどういうふうに分かっていくのか、そこの不安に対してどんな不安があってどう対処されたのかっていうのは、お鼓さんはいかがでしょう？私はその2014年に白板症っていうものを知った時に、がん化する可能性があるんですよっていうのを言われてからずっと不安でした。でもやっぱりもう経過観察していくしかないって言われて、治療法も別にがんになってないからないですし、ひたすらよく見て異変がないかを自分で気にしていたっていう感じでしたね。異変がないかずっと気にしていて、ずっと不安だったと。ずっと不安だったら誰かに話すとか、そういう相談とかはしたんですか？
白板症だけがあった時はあんまりなんかあんまりそんなに人と積極的に関わったりするタイプでもないし、ネットとかもそんなにやってなかった、私はやってなかったので、ひたすら一人で大丈夫かなって思いながら、経過観察続けていたっていう感じでした。だから多分その時の先生はすごいこの人心配性だなみたいな感じでは思ってたと思う。まあそっか。けど高野先生別にその心配性な方の方がなんか結構いろいろ来てくださったり、いい面もありますよね。そうですね。そう思いますし、でもやっぱり、過剰な、心配されてる方も多いなとは思うんですよね。もう、堤さんの場合はでもね、その心配が実際当たって、もう、ステージ1で、心不がんをね、見つけられたということだから、それは、良かったなと思うんですけど、でも、心配してる方の大半は、結局、がんにはならない方の方が多かったりするので、その心配したことは、あまり、プラスにはならなかったっていうことになるから、やっぱり心配しすぎるのもマイナスだっていう考え方はあるんですよね。どちらかというと不安を煽れば煽るほど医療者としては責任逃れになるので、どちらかというと今世の中不安を煽る方に出ます。だから僕はちょっとそこに歯止めをかけなきゃいけないと普段思ってる方ですね。確かにいろんな作用とかね、なんかいろんな話されますもんね、医療者から。だから言っとけばいいくらいの感覚で、不安を煽っといた方が言っといたでしょとか、これある可能性あるって言ってあったでしょみたいな感じで責任逃れになるんですよね。だから大丈夫って最近医者が言ってくれないっていう悩みことがあるんですけど、僕は大丈夫だよって言っちゃうんですよね。だからそれはもう責任後から追及されちゃうかもしれないけど、でもやっぱり不安が過剰になってる方には大丈夫、あるいは見つかっても大丈夫っていうことも付け加えるんですね。片手がんになっても僕は見てから大丈夫みたいなことは言いつつ、でも基本は大丈夫だよっていうふうに言うことも大事かなと思います。確かに大丈夫とか任せとけみたいな、そんなお医者さん、なんかイメージ昭和的なお医者さんが今少なくなったなと思うんですけれども、やっぱそれはなんかこういろんなリスクがあるからっていう感じなんですかね。大丈夫って言ってね、実際そうなっちゃった時にじゃあ責任取れるのかみたいな話になりがちです。そっか、はい。ありがとうございます。矢作さんは、検査でがんが分かっていったっていうことで、その時にねいろいろもう分かっていってしまうんですけれども、なんか不安、そのがん告知だったりだとか、そういったいろんな時の分かっていってしまった時になんか不安なこととかなかったですか？そうですね。とりあえず見ちゃったんですね。モニターでこれをやっつけなくちゃいけないんだっていう、そういう意識だったんですけど、やっぱりこの不安っていうのは、これを誰に伝えようかなって思っちゃったんですね。やっぱり人付き合いをする中で治療を受けてて、いろいろ会に入ってて参加できない時にどうしようかなと思って、で会の代表の人にこっそり大腸がんになっちゃったんだけど心配しないでくださいって、治療を受けますっていうことを伝えました。でも中には広まっちゃったんですよね。代表だけに教えておきたかったんですけど、なんか変な噂が立ってるっていうのが分かっちゃったんで、最初は言うつもりなかったんですけど、だったら自分でちゃんと説明しちゃった方がいいかなと思って、はい、大腸がんですって言っちゃいました。その方がさっぱりしたのかなと思って、そんな風に思ってます。だから自分から言うことでちょっと不安を解消したってことなんですかね。そうですね。はい。おつみさんは告知された時、舌がんですっていうされた時、どんな不安がありましたか？私はその時はやっぱりがんだっていう不安もあったんですけど、やっぱり最初にがんじゃないよって言われて、どうしようってなったことがあったので、ここの病院でがんが分かってよかったな、もうすぐ治療に移れるっていう、なんかそっちのほっとした感の方が大きかったのを覚えてます。逆にね、ちゃんとがんと分かって、ちゃんとここで治療していけるんだっていう安心感。不安ももちろんあったんですけど、確かにがん分からない時の方が不安って言いますもんね。そうですね。それがしっかり分かって、治療に行けたっていったところがあった。じゃあ治療に行った中でお二人もね、さまざまな手術をされたりだとか薬物療法されたりだとかっていうお話があったと思いますけれども、治療の時何が一番不安なことがありましたかね、おつづみさんの場合は。私舌がんの時は治療病理の結果によって
今は手術だけだけど追加治療があるかもしれませんみたいな話を聞いて、その時にあれみたいな、どうしよう、なんか悪性度の高いがんだったらみたいな、そういうのがわーって出てきちゃって、すっごい不安になっちゃって寝れなくなっちゃったんですけど、その時はやっぱ患者会の方とかにすごく悩みを打ち明けて受け止めてもらってっていうのですごく助かった思いがあります。患者会を探されたんですね。そうですね。その時はなんか同じ病気の人っているのかなみたいなところから、はい。その患者会のね、探し方というか、おつみさんの場合どうしたんですか？インターネット？そうですね。ネットでやっぱり舌がんとか探してつながって、でもそれが結果的に歯肉がんの時もすごく助けられたし、歯肉がんの時は切除範囲ですごく悩んだんですけど、その時もやっぱり患者会の人たちが親身になって、自分だったらここまで切るかなとか一緒に考えてくれたり、他の相談支援みたいな場所もいろいろ教えてくださったので、それこそ気象がんセンターとか、芸術東京とか、そういうところをいっぱい活用して、はい、不安を少しずつ和らげるようにしました。じゃあ同じ先輩のがんの経験者さんの意見をこう聞いてっていうことで解消していったと。矢作さんは一方、治療の際の困った時、不安な時どうしましたか？はい、そうですね。抗がん剤治療をして副作用が出るんですけども、それを家族になかなか理解してもらえなかった。それとひゃっくりですね。私ひゃっくりが出るようになっちゃったんですよ。最初はなんで出てるのかが分からなかったんですね。だから水飲めば治るかなとかいろいろやったんだけど、どうやらこれ抗がん剤の副作用なんだっていうことが分かって、でも10秒に1回出るんですよ。そうすると夜も寝れなくて、で3日間夜寝れなかったんです。4日目に病院行きまして、先生に症状を言った時に「矢作さん、ひゃっくりで人は死にませんよ」って言った時に、もうこっちはもうヘトヘトなのになんで分かってもらえないんだっていう、そんなエピソードもありました。高野先生、これ医療者からのこの言葉どうお感じになりますか？そうなんですよね。言いがちだけど、やっぱりそこは受け止めなきゃいけないですよね。受け止めますって言っちゃいけない。だからそれはやっぱりその言葉をちゃんと受け止めるというのは当然のかなと思うので、どれくらい辛いかという表情を見れば分かると思うんですよね。だからそこをそんなだからね取り合わない意味での大丈夫だよというのは言わない方がいいかなと思うんですけど。そうですね。矢作さんはその時どういうふうに接してくれたら嬉しかったですか？医療者に。そうですね。なんだろう。言葉は分かんないんですけど、辛いっていうことが理解してもらえたら嬉しかったかななんて思ってます。で、その理解してくれない医師はそこからもうスルーですか？それでも対応する薬を処方してくださいまして、でそこからはピタッとはいきませんけど、でも夜はちゃんと眠れる程度に抑えられたんで、一つクリアしたかなと思います。だから矢作さん的にその医療者とのコミュニケーションで結構気をつけていることとかありました？その時とか。この段階で主治医とはあまりコンタクトがうまくいってないって思ってたんですね。それは主治医がそのパソコン画面をよく見る人で、私の目をあまり見てくれてない。で、私もだからそれほど自分の事情を話さなかったのはそんな時期でした。結構高野先生ね、医師がパソコンしか見ないっていうのは、これは医師はやっぱカルテを書くのが大変なんですか？実はそれはあるんですよね。いろいろ書かなきゃいけないというのもあって、パソコン操作が苦手な医師ほどやっぱりそっちに集中しちゃうのはあるので、そうは言ってもね、ちょっとパソコン書くだけが仕事じゃないので、半分くらいはやっぱり患者さんの方にちゃんと体の向きを変えてですね、向き合うようには心がけてるんですけど、どうしてもそっちに向かなきゃいけない時もあるのも事実で、僕はでもそうやって背中を向けてる時も背中に語りかけていいんだよというようなね、冷たい背中で遮断するんではなくって、いつもオープンになってるよという背中を向けてるつもりではいますけど、どうまでかはならない。そうですよね。患者としてはやっぱ見てくれてないと
聞いてくれてるのかわからないっていうのもね、あったり、先生の場合ね、ちゃんとそういう雰囲気をちゃんと作って、背中でも聞いてるよっていう風な形で見せてくれてるのかもしれないですね。おつぐみさんに関しては、医師とのそのコミュニケーションいかがでした？私の主治医はとてもいい方で、なんかたわいのない会話もしてくださいますし、治療のことももちろん聞けばちゃんと詳しく教えてくださいますし、手術の前とかも私結構なんかもう静かにポロポロ泣きながら手術台行くみたいな感じだったんですけど、ちゃんと一言最後に悪いとこ全部取るから大丈夫だからねって言ってくれたのはすごい心に残ってます。ちゃんと全部取るからねって、やっぱそういうね、責任持ってくれるじゃないけど、なんか結構、大丈夫って言ってくださったのはすごく、嬉しいですよね。大丈夫っていうことはね。矢作さんは大丈夫って言われました？医師から大丈夫って言われました？100クリですか？100クリ返して、そう。100クリはもうそうですね、収まったし、ただその医療者のほかに家族ですね、家族にこの辛さっていうのがなかなか伝わらなかったなって思ってます。それは私はコーヒーが大好きなんですけど、抗がん剤を投与すると匂いも嫌になる、嗅げないぐらいコーヒーが嫌いになっちゃうんです。でその抗がん剤、投与して、3、4日すると元の味覚に戻ってまたコーヒーを美味しく飲めるんですけど、それが家族になかなか伝わらなくて、俺コーヒー飲めないからねって言って、分かったって言いながら私の隣でコーヒーを飲むと。で臭くてダメだっていう、そんな、どうして分かってくれないんだっていう、そんな周りの理解っていうか、そっか、周りの理解ですね。やっぱ自分が伝えてても周りにはちゃんと伝わってないというか、そういったことっていうのはあったんですね。そんなね、治療の中で苦しいことあった、その中で工夫をねいただきましたけれども、治療入院とかしていた後の話、退院後だったりとかね、治療後の不安や困ったことに関してお二方はどのように対応されていったのかなっていうのをちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、おつみさんの場合治療後、2つのがんをされているので、どちらでも構わないんですけれども、治療後とか退院後不安なことってどうでしたか？舌がんの後はすごく大きな手術で傷もいろんなところにあったので、退院してもなんか自転車乗れなかったりとか、首とかが動けなかったりとか、ブレーキが握れなかったりとかして乗れないんで買い物も行けなかったりとか、そういうなんか身体的なことがいっぱい不自由だったんですけど、それはもう時間が経つごとにどんどん良くなっていったので、少しずつ落ち着いていったっていう感じがあるんですけれども、あと見た目の不安とかはやっぱ歯肉がんの時もそうですけど、すごく落ち込んで、多分歯肉がんなんかは義歯を外すとやっぱりもう歯茎ががっつりことない顔を毎日歯磨きのたびに見なきゃいけなくて、多分一生それはなくならない、悲しいなと思う気持ちはなくならないと思うんですけど、でもそんな中でもやっぱり患者会のみんなとか、その支援センターの皆さんとお話しすることで少しずつなんか気持ちも明るくなるというか、アップダウンはあっても結構そんなに落ち込まなくて済むようになったというか、なんかフラットになんとか持ってこれるようになって、なんなら自分で見えてる傷とかって時と場合によっては強みになるんじゃないかなって思えるぐらいまで気持ちを持ってこれるようになった。皆さんにお話しする時とかも、ここ取ったんですよみたいな、自分の傷がねそういうちょっと気持ちにまでは持ってこれるようになりました。そういうふうなところまで持っていくのには時間はかかったけれども、っていう感じですね。どれぐらいかかりましたか？もう歯肉がんの後本当つい最近って、今でも落ち込みますけど、本当最近ですかね。最近までかかっていったということですね。一方矢作さんは退院後治療後ちょっと困ったこと不安なこと、ちょっと鼻のことあったかもしれませんけれども、他にどうでした私里親をしてまして、で当時8歳の女の子、ただ
発達に問題がありまして、精神年齢は4歳ぐらいなんですね。で、その子に病気をどうやって伝えようかっていうことで、結構悩みました。はい。そっか。自分の家族、家族の立場として、それで不安になった。それに関してはどのように伝えていくんでしょう？これその当時本を読みまして、親ががんになった時に子供に伝える本っていうのをちょうどその本屋さんで見つけまして、そうすると病名、大腸がんなら大腸がんって病名はっきり伝えた方がいいって書いてあったんで、一応大腸がんなんだっていう説明をして、で次はノットキャッチ、うつらないんだよっていうことを伝える。これをコロナとかね、普通の風邪とか咳したりとか手つないだからうつるとか、そんなんじゃないんだよ。だから一緒にご飯食べれるし、お風呂一緒に入れるよ。そんな説明をして。あとノットコースト。誰のせいでもないんだよ。私が悪い子だからお父さんがんになっちゃったって、そんな風に思いやすいんだって書いてあったんで、誰のせいでもないんだよっていうことを伝えていきました。どうです？その里子のお子さんは理解してくれましたかね？わかんないわかんないよって言ってましたね。最初の頃は。でもそれが半年ぐらい丁寧にその都度いろいろ教えていくと、徐々に分かっていったのかなって思っています。その時は分からなくても何度かね、タイミングを見てっていう風なことだったんですね。はい。そんな、治療後、退院後っていったところで、ちょっとここからですね、ちょっと個別の事象について、ちょっとそれぞれにお伺いをしていきます。転移が分かった時の不安。これはね、がんの患者さん、すごくあると思うんですけれども、転移、矢作さんの場合、転移が分かった時の不安や困った時はどのようにされましたか？いや、さすがに転移を受けた。そして、余命宣告も一緒に、その時に、私が聞いちゃったから、主治医も答えてくれたんですけども、その時に本当にびっくりしました。で、その時に診察室に私一人で伺ったもんですから、家に帰ってで妻に報告しました。ちょっと目は見れませんでした。下向いて実はって転移があってってちょっともう長くないんだみたいなことを話した時にですね、聞いたこともないような声が聞こえてきたんですね。キエーっていうような、私はなんかカンフー映画でも見てるのかな、なんだろうこの声は。パッて見たら嫁さんがもう本気で泣いていました。この人は本気で泣くとこんな顔してこんな泣くんだってびっくりしちゃうほど、すごい勢いで泣いてまして、でなんか妙に私冷静で、この人そっか、今までの夫婦喧嘩で泣いてたのは全部嘘だったのかなとか。いやそういうわけではないと思う。全然それもねあれだと思いますけど、はい。ただそんな風に、でも本気で泣かしちゃって本当悪かったなっていう、申し訳なさでした。そっか、本気で泣かしてしまって申し訳なかった。もうそこから家族の関係、奥さんの関係は。そうですね。嫁さんは思いっきり泣いちゃったんで、すっきりしてるんですよ。ただ、なんか私は泣くタイミングを取られてしまいまして、泣けないんですよ。泣けないとぐーっと重い気持ちを引きずる。結局口を受けてから3ヶ月ぐらい涙が出ませんで、やっと泣けた時は心が少し軽くなりました。はい。高野先生、なんかね、この周りがやっぱすごい心配して、自分が泣けない、今のね、矢作さんのようなことって、患者さんとしてはどうなんですか？結構よくあることなんですか？そうですね、奥様が泣けてたのは良かったんだと思うんだけど、一方でね、そういう思いを抱えたっていうのも、そうなんだなっていうのは、あって、でもやっぱ結構日本人って感情を抑え込む方が美徳だと言われているので、悲しいとか怒りとかですよね、そういう感情を抑え込もうとしているんですけど、やっぱりもう吐き出しちゃった方がいい。で、全ての感情には意味があるって当院の精神科の清水健先生はよく言うんですけども、そういうのを吐き出して、そこから回復していくんだということなので、だから悲しみっていうのは結構ね、泣いて
流れる涙がいろいろ洗い流してくれたりとか、そういう過程を経て心はまた強さを増していくっていうこともあるので、だからそうですね、矢作さんそこで奥さんと一緒に泣くのが良かったのかもしれないし、またそういう機会があっても良かったのかもしれないけど、どうなんでしょうね、そこは。そうでも時間を置いて涙が出た時に、やっぱり泣くって大切なんだなってすごく実感を持てたんで、それは貴重な体験でした。3ヶ月後にそういう時が来た。はい。そっか、だから感情を溜め込まないっていうこともね、大事なんだと思いますよ。おつるびさんの場合は、感情、再発もね、再発っていうか、分かりやすく再発って言ってますけど、舌がんの次、歯肉がんになったりとか、その時の不安だったりとか、その感情、家族との関わりどうですか？私は歯肉がんはずっと見てきた白板症ががん化したので、なんか驚きというよりはやっぱりがんになっちゃったかみたいなのあったんですけど、でも不安なたびに私の主治医は必ずなんかもう大丈夫だよみたいなスルーする感じじゃなくて、じゃあ大丈夫なのか見てみようねみたいな感じですごく細かく見てくださって、いつも向き合ってくださったから、やっぱりそれがすごい支えになったし、そのおかげで本当になんか普段だったら見つからない、なんかステージ1にも満たないんじゃないかなとか主治医も言ってたぐらいちっちゃい変化に気づいてくださったがんが見つけられたので、はい、それは本当に良かったなと。なんか主治医がすごいしっかり見てくれてよかったなっていうところなんですよね。その中でさっきのちょっと家族に関する話なんですけど、どうですかね？家族はちょっと舌がんの時はやっぱり両親はすごいショックを受けて、その時コロナ禍だったので電話で伝えたんですけど、家にいたたまたま妹がいて、母親に電話したんですけど、どうだったか聞いたらなんか泣いてたとか言ってたんで、なんか親はショックだったみたいなんですよね。でも私の前では泣かなかったので、親もなんかこらえてたのかなとは思うんですが、でもしょうがないかなっていう。しょうがないで。ちょっとコロナ禍だったからそんなに会うこともできず、それが逆に私はよかったかなみたいな、あんまりあって大変だねとか言われちゃってもこっちもどうしていいか分からなかったので、距離を置けてよかったのかな、ある程度元気になってから会えたので、はい、よかったかなって思っています。逆にね、その孤独っていうのがちょっと不安だっていう方も多くいらっしゃるのかなと思うんですが、高野先生、やっぱコロナ禍もそうですし、結構孤独な人たちは、との接し方については高野先生どうされていらっしゃいます？そうですよね。だからお二人、家族がいて、本当にね、自分事として感じてくれるっていう人をね、自分のために涙流してくれるような人がいると、離れてもいるんだっていうのを思えたっていうのは、とても重要だと思う一方で、だからそういう方がいない方ですよね。そうなんですよ。お一人様も実は増えてはいるんですよね。で、その中で身寄りもなく何かを頼れる相手もいないのでという中で、確かに孤独を感じている方多いですよね。だからそういう方をどうするかというのは一つ大きな問題ではあって、そういう方を支えるための仕組みとか、ただそういう方お一人様で生きるのにも慣れてるような方もいる一方で、本当はね助けを求めているのに誰も求められてないとで、結構声を上げない方もいらっしゃるので、そういう方はこちらから困ってないですかという、こちら側相談支援センターとか方が気にかけてくれて、そういうふうに声をかけるとか、そんな工夫はしてますけど、でもね、声を上げずに自分で抱え込んじゃってる方も結構いるのかもしれないですね。だからね、そういう抱え込まずにやっぱそういう相談できる場所っていうのが、病院にもあるし、その他にもねあったりだとか、あと行政だったりとかそういうところにもねあるかもしれないので、ぜひね調べていってみてもらいたいなということを思います。じゃあ最後の質問になります。日常生活、今普段日常生活やられている中で不安や困っていることに関してちょっとお伺いできたらと思うんですけれども、矢作さん、今の生活もしくは日常生活で今そのがんの後遺症も含めて困っていることとか不安なことありますか？はい、本当に再発したらどうしようっていうのはずっとつきまとっています。で、この不安をどうにかできないかなって思ってまして、で、技術東京というところで
治療がこう一段落して不安な人を対象にしたプログラムがあったんですね。これからの私たちのためにというプログラムがあって、でそれに参加してみました。そしてそういう人たちでこう話し合いながらいろんなことをこうご飯を味わって食べるとかね、いろんなことがあった時どうやって考えようとか、いろんなこうみんなでこう話し合いながらこう自分の思いを共有し合うっていうプログラムをしていく時にですね、不安っていいんだなって思っちゃったんですね。不安でいいんだなって。不安っていうのは生きていたいから不安になるんだから、この不安と一緒にいていいんだなって思うようになりました。だから解決じゃないんですけど、共存なんですかね。共存。これはもう高野先生、さっきもね、おっしゃっていただいた、このウィズがんっていう形ですかね。そうですね。だからがんがゼロになきゃいけないっていうふうにあんまり思い込まず、それで自分を追い詰めないというのも一つですよね。で、あと今おっしゃっている不安というのは自然な感情で、これ必要な感情だとさっきの清水先生もおっしゃっていて、あまり抑え込もうとはしなくてもいいと。生存のためにもともと備わった自然な感情なので、というところですよね。あと、とはいえやっぱり過剰に皆さんリスクを見積もりすぎちゃってる傾向があるので、ご自身のリスクはどれくらいなのかっていうのをもし知りたければ担当医に聞いて、やっぱりちょっと過剰になりすぎているところは冷静になるというところですね。あとはとはいえリスクに囲まれて生きてるんですね。我々今日交通事故に遭うリスクだってゼロではないから、いろんなリスクがある中で、がんの再発というリスクも、その中の一つではあるんですけども、かといって今日交通事故に遭うということのリスクを毎日気にして過ごしている方ってそんなにはいないと思うんですね。だからがんの再発もその中の一つなので、それくらいに相対化できるのかななんていうふうにも、いうふうに説明することはあります。この再発不安って結構重要なテーマで多くの方を悩ませていてですね、僕コラムでその、ことを取り上げたらヤフーニュースにもなってですね、100万ビューだったっていうので、結構皆さん関心が高いんだなというのを実感しているところです。そのようながんと不安とどのように向き合っていくかっていうのね、もちろん人それぞれだとは思いますけれども、一方でお鼓さんに関しては今不安なことありますか？やっぱり私まだ白板症が完全になくなったわけじゃないので、そうなんですね。そこは不安ではあるんですけれども、でもやっぱり今主治医がすごくちゃんと親身になって見てくださいますし、不安な時も受け止めてくださいますし、あとさまざまなつながりもできたので、やっぱり今元気だからやっぱ今をちゃんと生きなきゃなっていうのはすごく思うようになって、前ほどそんなに不安でいっぱいにはならなくなりました。今を一生懸命生きるというか、そうですね、できる範囲で考えずにということを、これも周りの仲間たちができたっていうところにもあるかもしれないですね。ちなみに矢作さんに関してはその患者会とかそういった仲間とかっていうのはどう作られたんですか？どうしたんですか？そうです。一番最初は地元の患者会に入って、でコロナ禍はオンラインのがんサロンですかね。そこでお堤さんと出会うこともできて、でがん友達がすごく全国にできたっていう、なんかそういう嬉しい、つながりができました。そういったところをご自身で探されて、そうですね。行かれたということなんですね。なので自分で探してみて同じ仲間を見つけてみるっていうことも一つの不安の解消の一つになるかなということですね。もうあっという間のねお時間になってまいりましたけれども、このねメッセージといった中に入っていくのですが、ちょっとその前にですねインフォメーションを挟ませてください。こちらですね、がんノートでも様々な経験者の、がん経験者のリアルな生活という、書籍なども出ておりますので、もしよかったらまた見てほしいなと思っております。オーディブルなどでですね、聞くといったところもできたりとかいたします。またですね、こちらYouTube で配信しておりますので、チャンネル登録だったり高評価、コメントなどで応援してもらえると嬉しいなということを思っております。また出演してみたいよって方はですね、出演応募フォームなどもございますので、こちらをホームページからご覧いただければ事務局から連絡させていただきますといった中でですね、
あっという間のお時間になってはきましたけれども、やっぱりお三方ともですね、ちょっとメッセージ、中野区民のね、皆様であったりだとか、YouTube でご覧になっている皆様にメッセージをぜひいただきたいなということを思っておりますので、おすみさん、矢作さん、高野先生という順番でちょっとできればと思いますが、まずはおすみさんいかがでしょう？私は一人で悩まずに、勇気を持って誰かとつながってほしいと思っています。私はやっぱりつながる前はあまり知らない人とつながるってすごい不安だったし、結構内向的だったので、結構狭いコミュニティで生きてても全然楽しく生きられてたタイプなんですけど、やっぱりがんになってみて本当にたくさんのつながりとご縁で支えてもらい力をいただいたので、やはり勇気を持って誰かとつながってほしいなと思っています。勇気を持って誰かとつながるというメッセージですね。ありがとうございます。矢作さんいかがでしょうか？はい、私はエビデンスに基づいた正しいがん情報を知って自分らしく生きるっていうことを伝えたいと思ってます。はい、その心は？はい、そうですね。やっぱり世の中って怪しい情報いっぱいある。でもやっぱりこの正しい情報を信じて、であと自分らしくですね生きていく。私は本当にドイツ語全然喋れないのに第九歌いたくて第九歌っちゃったんですけども、でも本当にそれが気持ちよくって、でこの高野先生と知り合うこともできて、自分らしく今生きてるななんて実感しております。はいね、自分らしく生きるね、そのためにいろんなことにもねチャレンジしていただければということですね。はい。高野先生、最後ちょっとまとめていただけますでしょうか？そうですね、お二人の話とても良かったし、身につまされるところもありましたけど、やっぱりつながりっていうのはお二人最後のメッセージにもあったかなというふうに思います。患者会のこともちょっと取り上げたら、ちょうど第九で患者会の皆さんと交流したのをきっかけにですね、患者会に参加した方がいいのかという質問に対して答えを書くようなコラムを読みドクターに書かせていただきましたけども、やっぱり医療者と話しててもやっぱり分かり合えないところがある中で、やっぱり同じ体験をした方とだとやっぱり通じ合うこともあってということで、やっぱ患者会あるいはケアサポーターというかね、同じ経験した人同士でつながることの重要性もありつつ、とはいえ僕医療者の立場からすると医療者にももっと頼ってほしいし、あんまり話しかけにくいような担当医でもですね、ぜひ雑談を仕掛けてほしいななんていうのは思うんですけども、そういう形で人間と人間とのつながりっていうのがやっぱり重要になってくるのかな。第九に込められたベートーベンとかシラーのメッセージもそこにあるのかなというところも感じたところです。あんまりまとまってないかもしれませんけども、いろんな皆さんからの悩み、僕喋りが下手なので各房でですねコラムに書いてますので、読みドクターの高野俊美、ドクター高野に、腫瘍内科医に何でも聞いてみようというのがあるので、そこでいろんな皆さんの悩みに答えを書いてますので、参考にしていただけるといいかなと思いましたし、今日もいろいろと考えていかなきゃいけないこともたくさん見つかりましたので、またこれからも考え続けていきたいと思いますし、よければまた2年後第9をご一緒できればなと思います。そうですね。あとね、ここにいらっしゃる方々もね、機会あれば参加したら、はい、高野先生との飲みがついてきます飲み会がついてきます。はい。っていう風な形でですね、皆さんの不安をどのように解消するのかっていったところで、少しでも何かのヒントになれば嬉しいなということを思っております。はい、これにてですね、中野区さんとがんのとのコラボ企画、こうやって終わっていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。